はい、どうもゆうです。今回はですね、4月19日、2次更新見ていきたいと思います。とうとうですね、TOTS ウォームアップということで、4月25日からですね、TOTS が開幕します。それの準備期間ということで、先週 SBC であったりとか、アップグレード SBC、エボリューション目標などが来るということで、目標もですね、多分シーズン目標が、今週木曜日に切り替わるということもあり、こういう書き方をしているのかなと思います。で、実際ですね、もう SBC、エボ、最新情報めちゃくちゃ出てるんで、よければ見ていきたいと思います。最後まで見ていただければと思います。まずですね、SBC となっております。まず、デイリーログインが来ております。こちらも見た段階で、ぜひやってください。何がもらえるかとか含めて、このに関しては後で見たいと思います。もうこれ見た段階でやっていただければと思います。もう SBC だけでも今日だけでめちゃくちゃ来てるんで、次ですね、ドログバとなっております。スキルを200足5やや長で189センチ ST ですね。ペース92のシュート94、パス83、ドリブル88、体感91となっております。体感も結構高いですね。パスがちょっと低くて、ドリブル数値もめちゃくちゃ高いわけじゃないですけど、ペースとシュートが高いという風になっております。プレイスタイルがですね、こんな感じになっております。フィネス、パワーシュー、低弾ドプラ、あとはシールド、ファーストタッチ、迅速、テクニカル、俊足プラ、エアリアルプラスということで、プレイスタイル結構優秀ですね。テクニカルもつきましたし、エアリアルプラ、俊足プラもあって、シールドもちゃんとあって、ファーストタッチもあると。あとはシュート系も全部持ってるんで、パス一つぐらいあればなっていうところありましたけど、ただ十分の白プレスタ、金プレスタなんで、これは普通に強いんじゃないかなと思っております。役割もですね、アドバンスフォワードプラプラ、テンデルプラプラ、クロスナインプラプラということで、十分強いと思いますので、こちら自分は作成していきたいなと思っております。はい。レンタル使ってあまりに回らなかった作らない可能性もあるかなって感じはしております。オームアップチャレンジということで、こちら、来ております。トレカパックもらえるんで、ぜひ取れたらいいんではないかなと思います。はい。でですね、100戦士アップグレード引き続きということで、あとは、84TOTW アップグレードが来ております。はい。で、クラフトアップグで来ております。しかも77の5名パックになっております。で、条件としてはですね、一応、9名になっていて、レア選手2名と、コモン、が7名でいけるという風になっております。これが一応無制限っていう形ですね。今までだったら目標の回数分だけだったんですけど、全体の回数分全部いけるとなっております。あと、スーパーデイリーシルバーアップグレードっていうのを来ております。はい。で、83×10 が4回できるという風になっております。っていう感じですね。あと、選手として、エリクセンが新規で来ております。CDM、ボランチレジスタプラプラ、CM レジスタプラプラのキャムプレイメーカーとなっていて、プレイスタイルとしてはフィネス、鋭いパス、ロブタツ、インターセプト、シールド、軽読みのこなし、テクニカルとなっております。で、能力としてはペース90のシュート90、パス93、ドリブル91、守備88の体感85となっております。で、CM、CDM、キャムということで、スキル5逆足5ですね。はい。これも普通に能力値としても、全然悪くなくて、ただ突出している部分がないなっていうところはあるんですけど、プレイスタイル金は非常に優秀なものがついているのと、ポジションも、結構どこでもできるということで、突出してるってところだけが本当気になるなっていうところではあるんですけど、作成全然ありのレベルかなと思っております。はい。で、目標ですね。せっかくなんで見ようと思うんですけど、クラフトアップで、等によってですね、結構もらえるという風になっております。あと、テントリア及びアドバンスワードプラかなっていうのも75回で入ってるんで、これもありなのかなっていうところと、オームアップのログインとしては、こちらですね。もう5回で終わるという風になっております。はい。で、シーズン目標をもう余裕でクリアできるような最後のサービスポイントっていうのも来ております。はい。っていう感じになっております。で、またですね、新エボリューション来ております。これがちょっと情報量が正直多すぎて、
動画を、別で出そうかなと思ってますので、そっちを見てもらえたらと思うんですけど、鏡よ鏡というのが来ておりますと。で、あとは、主役級っていうものが、来ております。こちらが LAW、LM。こちらが RM というなっております。はい。で、あとですね、かな。この2つが、来てるという風になっております。で、鏡が、見ていくんですけど、ペースが4、コントロール20の迅速と、ポジション RM がつくという風になってます。LW に、右もつくと。で、あとシールドもついてスキルムーブも1上がるという風になってます。スキルムーブ上限なしなんで、これで、スキル5にできますと。で、インサイドフォワードプラプラのトリッカー、全体的な能力もペース7とかレッサー25、バランス25となっております。で、迅速、瞬速もついてスキルムーブ、リアクション、シュート5となっております。はい。スキルがこんだけ上がるんで、基本的にスキルは55になるかなと思います。はい。で、例えばですね、自分だと、今まで持ってきた、バルコラとかもできるんですけど、こういう感じになりますと。ペース92のシュート88、パス9、87、ドリブル90となっております。で、両サイドできるようになって、スキルを逆足後のプレイスタイルも、非常に優秀と。ファーストタッチが全部持っているという風になりますと。はい。で、対象選手自体は今ここで出てきている選手で、そんなに言うほど、多くないのかなと思います。格好選手も含めて、ちょっとまだ見ていかないとわからない部分はあるんですけど、例えば孫とかですね。これで瞬速迅速になって、ちょっと能力値もめちゃくちゃ高いわけではないなっていう正直印象はあるので、ここはもっといい掛け合わせとかも含めてあればなとは思うんですけど、ちょっとこれ見てる感じだけだと、めちゃくちゃ強いまでは言ってないかなっていうのは思います。はい。鏡自体はそんな感じになります。これもまた別で、動画出すんで、それは、そちらも見ていただければなと思います。で、主役級っていうものですね。これが RM となっております。ただこの鏡は LM とかを、右サイドもつけれるっていうのは非常に強みかなと思います。で、RM に関しては、これもめちゃくちゃ優秀で、トップ下ついて、キャムっていうところと的確もついて、テクニカルフィニスですね。あと敵高もついて、で、最後的確プラとトリッカーもつくという風になっています。あとシャドウスタイカーもつくっていう感じですね。めちゃくちゃ優秀なエボだなと思います。あとサカとかこの辺ができるようになって、例えばサカ、ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、一応もう全部90超えの選手になりますと。はい。で、プレイスタイルもですね、フィネスと的確、あと敵高もついて、ファーストタッチからまして、テクニカルの迅速、あと、容赦なしとなっております。これもめちゃくちゃ強いなと思います。優秀エボですね。はい。的確もついて、フィネスもついてというところになってくるので、これは非常にいいエボではないかなと思います。あとはですね、例えばデンベレ、TOTW デンベとかで言うと、はい。こんな感じになっております。迅速フィネスですね。あとは白でこれを持って出てきた感もついてトリッカー。で、ペース93のこの能力値となっております。はい。これはこれで十分ありかなと思いますね。はい。イバルボとかも、まだエボってなかった方に関しては、イバルボの、結構上位互換も普通に作れる感じになってますので、ちょっと条件的に結構いろいろ縛りがあって、あまり思ったような能力上がりになってない選手も正直多いのかなと思うんですけど、例えばヤマルとかでも90、90、89、90になって、プレスタイルこんな話にもなってますので、あとは現状の一応おすすめですね。ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、はい、こちらに、なっております。ネイマールですね。ネイマールとかも、鏡で、両サイドできるようになってということで、こちらになっております。これとかも、ひょっとすると、もう少し掛け合わせで強くできないのかなというところはあるんですけど、そうですね。これが多分限界なのかな。
はい。まあ、この感じでトリッカー迅速になって、まあ、スルーテクニカルと。で、まあ、右もできるようになるっていうところが、まあ、やっぱりこのエボの良さかなと思います。で、やっぱイバルボですね。こちらが、まあ、78から、特に何もかまさずにやると、こういう感じになりますとなっております。まあ、フィネス、的確になってて、まあ、これもですね、まあ、例えば、いきなりこれすると多分できないので、まあ、例えばゴラッソやってからですね。でも、やっぱりこのできるんで、まあ、今回これをやるとなれば、まあ、ちょっとね、結構えげつない、シュートも99になりつつ、パス89とかではあるんですけど、シュートは99とできることも、はい、なっております。まあ、シュート99にすることによってですね、白プレスだからちょっと余計なものがつくんで、まあ、正直ここはどうなんだろうっていうところは、やっぱりあるんですけど、まあ、そういうのもできたりはするという感じになっております。で、まあ、例えばですね、これもフォークとかもガンガンつけちゃって、まあ、これでもまだ、つけれるんで、こういう感じのですね、はい、できますという風になっております。はい。もっといいものも全然作れるかなと思うんで、はい。まあ、今回のと、まあ、今までのフォーク回していけばですね、まあまあ強い選手、作れるんじゃないかなと思っております。まあ、このデンベレとかでも、まあ、先ほどの紹介したようなデンベレも作れますので、まあ、それでもやっぱ93、SB 社来てたやつの方がはるかに強いんで、まあ、シュートはちょっとやっぱ上回ってますけど、フィジカルとかが、大きな差はあるんで、まあなんか、ずば抜けた選手が作れるってわけではないのかなと思っております。はい。まあ、このネイマールとかもまあ右ですね。前回のと一緒で、まあでも最近来てたエボの方が強いのかなと思ったりは、やっぱりしますね。はい。まあ、イワルボがめちゃくちゃ今おすすめとしては上がってきてるという風になっております。はい。っていうことになります。まあ他にもですね、おすすめ選手、まだまだいっぱいいると思うんで、まあその辺も含めて、今日か明日の動画で出したいなと思ってるんで、よければそちらも見ていただければと思います。ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた紹介していきたいなと思っております。まあ転売情報ですね。まあこんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、まあ狙い価格であったりとか、まあやっぱり絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、まあ大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、まあ金額書いてるって感じですね。はい。で、まあ、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、まあ次に、まあ、低リスクですね。まあ、こちらに関しては、まあ、TOTW とか、まあ、他のこの辺とかですね。まあ、これに関しては、まあ、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、まあ、27,000。まあ、これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。まあ、この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、まあ、書いてたんですけど、まあ、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。まあ、金転売とかは、まあ、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。まあ、最近あんまり金はないかなって感じですね。どうもこんな感じになっております。はい。で、まあ、あとは、成功案件で、まあ、自分が成功した案件とか、まあ、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。まあ、全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、まあ、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、で、まあ、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。まあ、この辺の情報も、まあ、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、まあ、あとはですね、まあ、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、まあ、プレイ相談っていうのも別でやってまして、まあ、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、まあ、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、まあ、おすすめ選手であったりとかですね。まあ、この辺は、まあ、自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。まあ、動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、まあ、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っているときはあるって感じになります。はい。でですね、まあ、こういう感じなのを今、
ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。